おはようございます。ケンです。今日は火曜日なのでチャート分析をしていきたいと思います。前回の動画ではテスラ株は売られているのになぜ価格が崩れないのかというテーマでチャートを整理しました。結論としてはこれは恐怖による下落ではなく高値圏での整理、ポジション調整の可能性が高いという話をしました。ではその仮説っていうのは1週間経った今も成り立っているのでしょうか。今回は前回の分析をそのまま引き継ぎ、この1週間でチャートがどう反応したのか、感情を排して事実だけで確認をしていきたいと思います。まず最初に前回の結論を簡単に振り返っておきます。前回注目したポイントは価格、出来高、そして注文フローでした。売りは確かに出ている。しかし、出来高は異常には増えてはいない。ボリュームデルタはマイナスでも価格は崩れていない。RSI は中立ゾーンにとどまっている。この3点から市場が恐怖に支配されている状態ではないという整理をしました。では、その構造っていうのはこの1週間でどう変わったのでしょうか。まずは週足から見ていきます。週足は相場の大きな方向性を確認するための時間軸です。今回の週足を見ても中長期の上昇トレンドは依然として維持されています。高値圏ではありますが、直近の高値を大きく否定するような強い下落の形にはなっていません。出来高を見ても週足レベルで見て投げ売りを示すような急増っていうのは確認はできていません。つまりこの1週間を経ても週足でトレンドが崩れたって言えるような材料は今のところ見当たりません。次に日足を見ていきます。日足では前回から引き継ぎ価格はおよそ450ドル前後で推移しています。短期的には上昇していますが、下に一方向へ走るような動きっていうのは出ていません。移動平均線を見ても20日線付近での攻防が続き、50日線が下から支える形っていうのは変わってはいません。そして RSI の日足は現在も50前後で推移をしています。これは売られすぎでもなく強気に傾きすぎてもいない非常に中立的な状態です。もしこの下落が恐怖主導であれば RSI は30台まで沈み込み、出来高も一気に膨らむことが多いです。しかし今のチャートはそうした動きを見せてはいません。はい、ということでここまでを見る限り前回お話しした恐怖ではなく整理の調整という仮説はこの1週間でも否定されていないっていうのがわかります。ただし、だからといって強く上を目指すサインが出ているというわけでもありません。このあたりが今の相場の一番ややこしいところになってきます。では、短期資金は実際にどう動いているのでしょうか。はい、ということで、ここからは4時間足とボリュームデルタを使って短期資金が今何をしているのか、こちらについて見ていきます。4時間足は機関投資家や短期トレーダーの動きが最も素直に出やすい時間軸です。現在の価格は大きく上下するというよりも一定のレンジの中で推移をしています。下げる場面はありますが、下に走り続ける動きっていうのは出ていません。RSI を見ても一時的に40台まで沈む場面はありましたが、再び50付近まで戻してきています。これは短期の売り圧力が出るたびにどこかで受け止められているということを示しています。次にボリュームデルタを見ていきます。ボリュームデルタでは売り注文が優勢になる時間帯が確かに存在しています。しかし重要なのはその売りが出た後に価格がどう反応しているかです。今回もデルタはマイナスに傾いてはいますが、価格は大きくは崩れていません。これは売りが出るたびにそれを吸収する買いが存在しているという状態です。もし本格的な分配や投げ売りであれば、売りと同時に価格は一方向に崩れやすくなります。しかし今のチャートではそうした形にはなっていません。はい、ではここで一度前回の仮説に立ち返ります。前回は売られてはいるが恐怖ではないという整理をしました。そして今回1週間経ったチャートを見ても出来高は異常に増えてはいない。RSI は中立水準を維持している。売りが出ても価格が崩れていない。この3点はいずれも変わっていません。
つまり前回の仮説は現時点では崩れていないということになります。では、今は攻めの局面なのでしょうか？それもまだ違うと考えています。上方向に一気に走るための明確な出来高の増加やモメンタムの加速っていうのはまだ確認できていません。一方で危険な局面かと言われるとそれもまた違います。長期トレンドは維持され、短期の売りは吸収され、恐怖を示すサインも出ていません。こうした状況は中長期の投資家にとっては判断を急ぐ局面ではありません。今の相場を一言で表すなら、待ちと備えの局面です。何かを決めつける必要はなく、次にどんな変化が出てきたら見方を変えるのか、その条件をあらかじめ整理しておくっていうことが一番重要です。相場は必ず価格と出来高で次のヒントを出してきます。最後に今回の内容を一文でまとめます。テスラ株は今週も売り圧力を受けながらも価格は維持していて、恐怖ではなく需給整理の調整局面が続いているっていうことがチャート上の事実として確認することができます。今週は決算の発表があります。決算発表で株価っていうのは動いていくと思いますので、この局面っていうのがどうなっていくのか、これはまた来週分析をしてみたいと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。資産形成において固定費の見直し、これは鉄則ではありますが、皆さんのスマホのギガ代払いすぎていませんか？特に車移動が多い方にお勧めしたいのが、モビリティ Wi-Fi、Mobify という Wi-Fi サービスになります。これは1日 33GB 使えて、月額で4180税込みです。大手キャリアの大容量プランを契約するより、これを1台契約して、スマホは格安 SIM の最低プランにするなんて使い方も賢いんじゃないかと思います。面白いのが、4つのキャリア回線を自動で切り替えるクラウド SIM 技術を使っている点です。山間部でもつながりやすいので、移動中のストレスが激減します。工事不要で届いた端末を車に持ち込むだけですぐに使うこともできます。初期費用も無料なので、気になる方は概要欄にリンク貼っておきます。詳細だけでも見てもらったらいいんじゃないかと思います。社内が快適なオフィスや映画館に変わっていくと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。